はい、太田ホームメイドギターワークショップ。前回の動画でボディの塗装が完了しました。というわけで完成に向けていろいろと部品の取り付け、今回は主にピックアップの組み込みを中心として完成に向けての様子をお伝えします。さて、作業の進行状況ですが、フロントピックアップとピックガードの取り付けですね。よく私質問されるんですけど、私の制作の場合はまずは基本的にピックアップキャビティのシールディングはしません。シールディングをすると、やり方や種類によってちょっと違うんですけど、基本的に高音がちょっと削られる感じがするんですよね。先日ご縁があってプロギタリストの方のギターを塗装したんですが、シールディングの有無を尋ねると、先ほど私が述べた理由と全く同じことをそのプロの方もおっしゃられたので、シールディングはなしで納品となりました。スタジオで試奏していただいたのですが、音を出さないときは常にボリュームをさっとゼロにして、そのような動作がもう基本になっていられるようなので、さすがプロだと思いました。またね、その仕草がね、かっこいいんですよ。それでも完成後には様子を見て、そのギターのオーナーの演奏状況などによって後日シールディングをするかしないかは決めることにしております。さて、動画の方の様子ですが、これはですね、ブリッジからのアース線を通しているところですね。今回はちょっと仕込みにくい感じだったので、細い導線をブリッジに挟んでアースに落としてやることにします。完成後はほとんど見えなくなると思います。スタンダードなアッシュトレイタイプのブリッジと一般的なテレキャスターのリアピックアップを使う場合は自動的にブリッジアースが取れる仕組みになっているので、この作業はほとんど必要ないですけどね。はい、リアピックアップの取り付けも行っております。なかなかこのシールド線が入っていかないんですよ。ピックアップの取り付け、エスカッションビスは電動ドライバーを使わずに普通のドライバーで回してやった方が安全ですね。はい、完了。それではコントロールボックス内のハンダ付けといきましょう。あらかじめだいたい配線済みですね。今回はハムバッカー搭載ということで 500kg のポットを使っております。コンデンサーの値も 0.022 マイクロファラドとなります。配線の仕方は普通のテレキャスタータイプでいきます。コイルタップだとかフェイズアウトだとかいろいろありますけど、結局使わないパターンばかりなので、私の場合は普通が一番ということで、ポットに直接ハンダ付けするのは結構難しかったような覚えがあるんですけど、最近はごく普通にやっております。余ったリード線は切ってやります。アウトプットジャックの取り付けです。ピックアップから出ているホットコードをスイッチにハンダ付けします。同じくピックアップから出ているコールドコードとアースコードをポットの背中にハンダ付け。これがちょっとね、やりにくいんですよね。私は目玉クリップでコードを挟んでハンダ付けしてやります。このピックアップはコイルタップができるタイプなので、このようにノース側のコイルとサウス側のコイルが途中でつながっているんですけど、これがそのままだとショートしてしまう可能性があるので、熱縮チューブで絶縁してやります。アウトプットジャックへのアースコードもポットの背中にハンダ付け。
同じくアウトプットジャックへのホットコードもボリュームポットにハンダ付けしてやります。これで電気系統のハンダ付けはできましたね。はい、それではコントロールプレートをキャビティに収めてやりましょう。結構ね、コードが絡まったりしてね、ちょっとやりにくいんですよね。はい、収まりました。ちょっと浮いているように見えますけど、配線材の弾力で浮き上がっているだけなので大丈夫です。それではいつものように音出しチェックをしましょう。はい、なんだかわけのわからないものが登場しました。これは一体何でしょう。実は我が工房、すでに 3D プリンターの配備が済んでおります。ギター制作にもいろいろ活用しようと思っていましてね。こうやっていろいろテストプリントしたり、このような変なものもプリントしてみたり、これは某 YouTube チャンネルの VTuber 三山メサノさんですね。いつも 3D プリンターを使って幻の連合艦隊の建造に勤しんでおる乙女であります。今回はたまたまテレキャスター用のスイッチノブがなかったので、ちょっと 3D プリンターで作ってみようということで、それでは早速取り付けてみましょう。はい、ぐぐぐぐーっと。はい、OK です。それでは今回の動画はここまで。最後までご視聴ありがとうございました。次回はネックやペグの取り付け、弦を張ったりを予定しております。よかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。